はい、キリオです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介するのは、iCape の新しいマニュアルエスプレッソマシンです。iCape ハンドクランクドマニュアルコーヒーマシン。名前はアルカイドと言います。最近ね、ポータブルエスプレッソマシンばかり続いてたので、おじさんポータブル専門っていうわけじゃないんですけど、紹介する頻度が多かったもんですから、今日はちゃんとしたというかね、マニュアルエスプレッソマシン、新型新しいマニュアルエスプレッソマシンをご紹介したいと思います。このアルカイドおじさんが受け取ったのは先月の初め、11月上旬ですね。開墾の様子なんかは、インスタグラムの方とか、YouTube のショートの方にも上げてたかもしれないですね。そちらの方概要欄のリンクに貼っておきますので、開墾と組み立ての様子はそちらを参考にしてください。この iCape のアルカイドは、おじさんが普段使っているフレア58とか、あとスーパーコップと同じように、業務用の 58mm サイズのポルタフィルターを使用しているエスプレッソマシンです。で、特徴の一つが、フレア58とかスーパーコップと比べて、設置面積がコンパクトになってます。画像の通り、スーパーコップなんかと比べるとかなりマシンの設置面積がコンパクトに設計されているのが特徴。あともう一つの特徴は、フレア58やスーパーコップはマニュアルでもレバー式のマニュアルエスプレッソマシンなんですけれど、この iCape のアルカイドは回転式クランクド、レバーを回転させて圧力を生み出す方式のエスプレッソマシンになっているのが大きな特徴です。それじゃあアルカイドの手回し回転式ってどういう方式なのっていうのを簡単に説明。ハンドルを回すと、ここにスクリュー式のトルクを増幅する装置がついてまして、ハンドルを回した力が、このスクリューのトルク増幅装置で力が増幅されて、Q バールの圧力をすごく簡単に、それも少ない力で発生させることができるっていう機構になってます。これレバー式とは全然機構が異なる、すごくね、力いらずで簡単に圧力を生み出す方式になってます。今はね、もう何もセットされてないんで当然圧力がかからないから当たり前なんですけども、でもその状態でもう回すのにこんな感じでスムーズに回っちゃうので、これパックをセットした状態でもそんなに力がいらずに回せるっていうのが大きな特徴です。それでおじさんがね、この iCape のアルカイドのいいなって思ってる点の一つが、この実用性を最優先して市場で最も成熟した E61 グループの抽出ヘッドを採用しているっていう点がすごくおじさんは気に入っています。すべての E61 ハンドル及び 58mm サイズのコーヒーアクセサリーと互換性があるんですよね。だからフレア58で使ってたポルタフィルターや、あとバリスタツールなんかがすべてこのアルカイドでも問題なく流用できるっていう点がおじさんすごく気に入ってます。圧力ゲージもこういう視認性の高い圧力ゲージがきちんと付属してきますので、圧力をコントロールしながらしっかりと抽出をすることが可能です。圧力ゲージがついてるとやっぱりいいよね。ポルタフィルターはこういった形で外すようになってます。付属してくるのは 58mm サイズのフィルターバスケットです。これね。これ当然、58mm サイズの他の高精度バスケットとかに交換することも可能です。それでは、実際にエスプレッソを抽出しながら使い方を解説していきます。せっかくなんでね、美味しいエスプレッソ飲みたいので、VST の 20g のバスケットに交換して抽出してみます。
いしょ。フィルターバスケット交換しました。そしたら、フィルターバスケットに、この付属のシリコンの蓋、シリコンのキャップがアルカイドに付属してきますので、これをバスケットの中に入れます。次にポルタフィルターをブリューヘッドに取り付けます。次にフックを外して、線も外して、沸騰したお湯をブリューヘッドに注ぎます。そうしたら軽く線をして、ポルタフィルターを取り外します。で、これで予熱開始です。ポルタフィルターの中のお湯は、こういうミルクピッチャーなんかに捨てて、で、ミルクピッチャーを下に設置します。あとこのポルタフィルターはしっかり拭き取ってください。次はコーヒー豆をひきます。おじさん、このビンセラーに入っている豆は、だいたい 19.5g で最近は保存してます。次にグラインダーで豆をひきます。いよいよコーヒーパックの準備を始めます。ポルタフィルターにひいた粉をセットします。ドーシングリングをセットします。WDT ツールでコーヒー粉を均等に分配します。軽くショックを与えて、するとね、だいたい均等に分配されてます。次にディストリビューターで軽く表面をならしてタンパーでタンピングします。こんな感じ。最近ね、おじさんはこの iCap の中だとこのミニタンパーを結構使ったりします。最後にパックスクリーンをセットして、軽くね、粉を払ったら、パック準備は完了です。次にブリューヘッドの線を外して予熱しているお湯を捨てます。ポルタフィルターを本体にセットします。次にブリューヘッドにお湯を入れます。次にブリューヘッドにしっかり線をして、フックをかけてロックをしたら抽出を開始します。まずは最初優しくハンドルを動かして3バール程度を目標にしてプレインフュージョン。数滴落ちたらゆっくりと圧力を9バールまで上げていきます。
さあ圧力ゲージを見ながら9バール付近を維持するようにします。このね、ハンドルの回し方と圧力の維持にちょっと最初慣れるまで何回かやらないといけないんですけど、慣れてくると、で、40が近くなったので、ハンドルを戻して抽出を終了します。これね、今、抽出を終えてみたんですけど、どうでしょう。いい感じじゃないですか。トロトロの。いただきます。うん。美味しかったです。では最後にこれ抽出終わった後は、ゆっくりと抵抗を感じるまでハンドルを下げて、残ったお湯を抽出します。ここで抵抗を感じたので、ここでハンドルを止めます。で、ここでハンドルを戻して、ポルタフィルターを外して、フックを外して、最後に内部に残っているお湯を出して終了です。ポルタフィルターの方は中のパックをノックボックスに捨てて終了です。パックもね、綺麗なパックですね。iCape ハンドクランクドマニュアルコーヒーマシーンアルカイドいかがでしたでしょうか。ご覧いただいた通りにね、結構いい感じのエスプレッソが抽出できます。今の現時点でマニュアルエスプレッソマシンとしては最新のマシンになるので、やっぱ後から出てきているだけ、他とは違った特徴とアドバンテージがあるのかなっては思います。レバー式のマニュアルエスプレッソマシンのいいところは、レバーに直接ね、圧力が感じられて、それで圧力を調整するっていう、ダイレクト感がレバー式エスプレッソマシンの、いい点かなと思います。その圧力のね、レバーの加圧を、ガスダンパーのような感じで、アシストしてるスーパーコップのようなものもありますけれど、フレア58なんかね、レバー比で力を調整しながら、ダイレクトに圧力を感じられるっていうのがいい部分だと思います。で、それに対してね、このアルカイドは、要は回転式、手回し式で、スクリューのトルク増幅装置を使いながら、より少ない力で高い9バールという圧力を簡単に、もうイージーに誰でも発生して抽出することができるっていうのが最大のメリットになってます。で見ていただいた通りね、おじさんのハンドル操作もかなり軽く、握りもね、かなり力を入れずに軽く握ってやっているような感じです。むしろ力を発生させるのが難しいというよりは、上がりすぎてしまうので、あまりにも簡単に力がいらないので、圧力がかかりすぎないように、適正なところで安定させるっていう方が、難しいというか慣れが必要かなと思います。そういう意味では、力がね、あまり強くない女性の方とかには非常に向いているのかなと思います。設置面積もね、他のマニュアルエスプレッソマシンに比べて設置面積がコンパクトに設計されているっていうのもアルカイドのいい点かなとは思います。デザインが、その分ね、縦方向は普通にありますけれど、
キッチンとかね、そのコーヒーバーの占有スペースがそれほど大きくないっていうのはいい設計かなと思います。あとはデザインですかね。このちょっと変わったデザインというか、すっきりしているとも言えるし、モダンとも言えるし、でもその E61 のグループヘッドのあたりがね、なんかかっこいいかななんておじさんは思ってます。フレア58とかね、スーパーコップと比べても被るところのないデザインなので、あとはデザインで選んでもいいのかなって思います。実力的には、見ていただいた通り、もう全然いいエスプレッソが出ます。なんだったら、これをメインで貼っても悪くないかなっていう感じがします。圧力ゲージもついているので、これもしかしたら後からデジタル圧力センサーなんかつけられるようになるのかもしれません。まだね、発売されたばかりのエスプレッソマシーンなので、それほど使ってる方がいないというか、日本で使ってんのまだおじさんだけじゃないかな。発売前に送られてきたのが多分おじさんだけだと思うので。で、意外にまだインスタグラムの方でも、このアルカイドの投稿してる人っていうのが、そんなにいないので、iCape の方でも何人に、提供してるのか、ちょっとおじさんもわからないんで、あれなんですけど、そんなに見かけないので、今から増えてくるんじゃないかなと思います。おそらく日本ではまだおじさんしか使っていないと思うので、なんかアルカイドについてね、こういうのどうなんですかとかいう質問があれば、コメント欄の方にお気軽にご記入ください。答えられる範囲でね、答えます。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。It's more than enough to let the light in. The way you're making me feel it's divine. It's enough to let it flow, let it be. 'Cause you're